第1章輝く日常と忍び寄る影。吉田正夫68歳、長年勤め上げた会社を無事に定年退職し、数日前、彼の通帳には退職金として2000万円という人生で目にしたことのない金額が振り込まれた。リビングのテーブルで正夫は妻の和子と2人、その通帳を眺めていた。和子、すごいぞ、ゼロがこんなに並んでいる。本当ですね。あなた、本当にお疲れ様でした。しみじみとつぶやく和子に、正夫は少し得意げに胸を張る。これで少しは贅沢ができるな。海外旅行とかどうだ。まあ嬉しい。でも派手なことはしなくていいんですよ。2人でゆっくり国内の温泉でも巡りましょう。それが一番です。つつましくも堅実な妻の言葉に正夫はそれもそうだなとうなずく。2人で築き上げてきた静かで穏やかな老後、その確かな希望が今ここにあった。そんな正夫の最近の日課はスマートフォンで SNS を眺めることだった。特に尊敬する有名実業家 A 氏の投稿には毎日欠かさずいいねを押している。 A 氏は裸一貫から大企業を築き上げ、慈善活動にも熱心な、まさに正夫にとっての理想の成功者だった。この人の言うことはいつも誠実で理にかなっている。間違いないんだ。その夜も正夫はソファーに身を沈め A 氏のタイムラインを追っていた。彼への盲目的な信頼がすぐそこに迫る巨大な罠の入り口だとは知る由もなかった。第2章運命の偽広告。いつものように SNS を眺めていると見慣れた顔写真が目に飛び込んできた。尊敬する実業家 A 氏だ。皆さんこんにちは、 A です。本物と瓜二つ。いや本人そのものとしか思えない落ち着いたバリトンボイスがスマートフォンから流れ出した。それは A 氏の顔写真を使った動画広告だった。老後の生活に不安はありませんか。私が極秘裏に運営する投資塾で皆さんの未来の富を私と一緒に築きましょう。普段ならうるさい広告はすぐにスクロールして無視する正夫だった。だがA 先生が直々に俺たちのような人間のために、正夫は吸い寄せられるように広告の詳しくはこちらというボタンをタップした。画面が切り替わり LINE の友達追加画面が表示される。 A 氏投資塾運営事務局アシスタント山口を名乗る人物の柔和な笑顔のアイコンがそこにあった。第3章巧妙な誘導と小さな成功体験。 LINE で友達登録をするとすぐに山口からメッセージが届いた。吉田様、ようこそお越しくださいました。当塾は A 先生の日本の老後を豊かにしたいという強い理念に基づき選ばれた方だけにご案内しております。選ばれた。その言葉が正夫の自尊心をくすぐった。山口は続けた。まずは先生が開発された独自の取引システムを体験していただくため、練習として30万円から始めていただくことをお勧めしております。30万円、小さな額ではない。だがA 先生が言うのなら、正夫は妻にはゴルフのコンペ代が少し必要でと嘘をつき、指定された A 氏公式投資サイトという URL から30万円を振り込んだ。半信半疑だった。しかしその疑念は3日後に驚きに変わる。サイトにログインすると画面に表示された自分の資産が35万2000円に増えていたのだ。すごい、本当に増えた。興奮気味にサイトを眺めていると LINE の通知が鳴る。山口からだった。吉田様、おめでとうございます。素晴らしい才覚です。 A 先生にもご報告したところ、非常に優秀な生徒さんだと大変お喜びでした。 A 先生が俺のことを、正夫はこの幸運を、そして A 先生の言葉をもはや疑うことはなかった。第4章老後資金の投入。小さな成功体験から1週間後、アシスタントの山口から興奮した様子のメッセージが届いた。吉田様、朗報です。近々 A 先生が個人で手掛ける中東の石油関連の大型プロジェクトがございます。本来は機関投資家しか入れない枠なのですが、吉田様の熱意に先生が応え、塾生から特別に一口だけ枠をいただけることになりました。本当ですか？思わず声が出た。はい。ただ最低投資額が2000万円からとなっております。ですが、もし実行されれば1年後には倍へ3倍になることも夢ではありません。いかがなさいますか？2000万円。それは
退職金のほぼ全額だった。その夜、正雄は恐る恐る妻の和子に相談した。和子、実はな、ダメです。正雄が言い終わる前に和子は声を荒げた。あなたどうかしてるんですよ。顔も見たことのない人に私たちの老後のすべてを預けるなんて絶対にダメです。和子の猛反対にあった。だが正雄の頭はすでに A 先生への尊敬と資産が増える高揚感でいっぱいだった。うるさい、お前は黙ってろ。あの A 先生が俺たちを騙すはずがないだろう。俺の見る目を信じろ。正雄は和子を一喝すると、翌日銀行窓口へと向かった。妻に内緒で退職金2000万円のほとんどをあのサイトに送金するためだ。サイトに表示された残高は2035万2000円となった。正雄はこれで和子をもっと楽させてやれると誇らしい気持ちでいっぱいだった。第5章引き出せない利益。送金から数週間が経った。もうすぐ妻和子の誕生日だった。正雄はこれまで苦労をかけたお礼に少し高いネックレスでも買ってやろうと考えた。よし、まずは50万円ほど出金してみるか。正雄はあの投資サイトにログインし、初めて出金ボタンを押した。必要事項を入力し、確定ボタンを押す。しかし画面にはエラーという無機質な文字が表示されるだけだった。なんだ？操作を間違えたか。何度やっても結果は同じ。正雄は不安になり、山口に LINE を送った。山口さん、出金ができないのだが、既読はすぐについた。だが、返信は3時間後だった。吉田様、ご説明が漏れておりました。高額の出金申請の場合、利益確定分の税金デポジットとして、利益の 20% にあたる金額を先にお振り込みいただく必要がございます。税金？サイト上の利益は約35万円。その 20% だから約7万円。それくらい今の利益から引いてくれればいいじゃないか。申し訳ございません。海外のシステムを利用しているため、税金は税金として別途ご入金いただかないとシステムのロックが解除できない仕組みになっております。一点張りの説明だった。面倒だな。正雄は舌打ちしつつも、この時点ではまだそれがシステムのルールなのだと信じていた。第6章追加要求と本物の警告。仕方なく追加で7万円を振り込んだ。これで出金できるだろう。だが翌日出金申請はまたもエラーとなった。どうなっているんだ。山口に LINE を送るが今度は半日経っても既読すらつかない。不安が怒りに変わり始めた頃、見知らぬアカウントから LINE が届いた。出金サポート担当の田中でございます。田中さん？山口さんはどうしたんだ。山口は別のプロジェクトで多忙なため私が引き継ぎました。吉田様、出金ができない件ですが海外口座からの高額送金となるため国際送金手数料として別途10万円が必要となります。なんだと、話が違うじゃないか。税金を払えば出金できると言ったはずだぞ。正雄がスマホに向かって怒鳴りつけた。その時だった。速報です。国民生活センターからのお知らせです。有名実業家の A 氏の名を語り、SNS などで投資を呼びかける詐欺が多発しています。AI で生成された偽の動画やアシスタントを名乗る LINE アカウントに誘導する手口で、リビングのテレビから流れてきたニュース速報。そこに映し出された A 氏本人が険しい表情で訴えていた。私はSNS 広告などで投資を勧誘することは絶対にありません。絶対に信じないでください。第7章崩れ落ちる現実。正雄はテレビの前で凍りついた。血の気がさーっと引いていくのが分かった。震える手で A 氏の公式 SNS アカウントを確認する。固定された一番上の投稿。厳重注意。私の名を語ったこのような悪質な詐欺広告に絶対に騙されないでください。そこにはまさに自分がクリックしたあの動画広告のスクリーンショットがデカデカと張り出されていた。ああ、声にならない声が漏れる。正雄は最後の望みをかけ LINE を開いた。サポート担当電柱とのトーク画面。おい、お前たち詐欺じゃないのか。ニュースでやってるぞ。どうなんだ。メッセージを送った瞬間、即座に既読の文字がついた。次の瞬間、田中が退出しました。山口が退出しました。吉田正雄がグループから削除されました。目の前でトークルームが消滅した。慌てて
あの投資サイトの URL をタップする。404 not found。このページはメンテナンス中です。真っ白な画面が表示されるだけだった。すべてが消えた。第 8S 賞絶望と最後の砦。うわー。正雄はスマートフォンを床に叩きつけた。リビングに響き渡る絶叫を聞きつけ、妻の和子が飛んでくる。あなた、どうしたんですか？そんな大声を出して。正雄は和子の足元にすがりつき、泣きながら土下座した。和子すまないすまない。すべてを打ち明けた。広告のこと、山口のこと、退職金の2000万円をすべて送金してしまったこと。和子はその場に崩れ落ちた。あなたなんてことを。私たちの老後は。翌日、2人は警察署の相談窓口にいた。しかし警察官の言葉は絶望に追い打ちをかけるものだった。これは典型的な国際ロマンスならぬ著名人なりすまし詐欺ですね。振込先も海外の法人口座を経由しているようですし、犯人グループの特定は非常に困難です。正直お金を取り戻すのは絶望的かと。警察署からの帰り道、正雄は和子に死んでお詫びするとつぶやいた。和子は泣きながら夫の方を張った。バカなこと言わないでください。途方に暮れる中、正雄はネットで詐欺被害回復と検索した。無数の広告が並ぶ中、一つだけ誠実そうなホームページの弁護士事務所を見つけた。振り込め詐欺救済法に強い。それが最後の砦だった。第9章反撃の法的根拠。ボロボロの夫婦を迎えたのは冷静な目の弁護士だった。正雄は保存していたすべての証拠を提示した。偽広告のスクリーンショット、山口や田中との LINE のやり取り、そして振込履歴。弁護士は腕を組んで静かにうなずいた。吉田さん、これは金融商品取引法に違反する無登録での金融商品販売にあたります。そして何より著名人になりすまし、虚偽の事実で金銭を騙し取った悪質な詐欺罪、刑法第246条にあたる可能性が極めて高い。でも先生、警察は海外のグループだから難しいと。犯人を捕まえるのは確かに難しいでしょう。ですが我々弁護士ができることがあります。お金の流れを止めることです。弁護士は正雄の振込履歴を指さした。幸い振込先はまだ国内の銀行口座です。直ちに振込詐欺救済法に基づきこの口座の凍結を要請します。振込詐欺？これは振込詐欺なんですか？はい、この法律はオレオレ詐欺だけでなく、こうした投資詐欺など人を欺いて振り込ませた犯罪全般に適用できるんです。犯人がこの口座から全額を引き出す前に止めますよ。弁護士の力強い言葉に正雄は失いかけていた光を見た。第10章取り戻した教訓と夫婦の再出発。弁護士の迅速な対応は功を奏した。口座凍結の要請は犯人グループが送金された2000万円全額を引き出すよりもわずかに早かった。数ヶ月後、弁護士事務所で正雄と和子は再び弁護士と向き合っていた。吉田さん、幸い凍結した口座にはまだ数百万の資金が残っていました。他の被害者の方々への分配もありますが、吉田さんには被害額の一部である約300万円が戻ってくることになりました。先生、ありがとうございます。ありがとうございます。正雄は机に突っ伏して泣いた。失った金額はあまりにも大きい。だがゼロではなかった。そして何よりあの詐欺師たちに一矢報いることができた。弁護士はそんな正雄の肩に手を置いた。吉田さん、お金は一部しか戻りませんでしたが、あなたは詐欺師を野放しにしないという社会的な正義を果たしました。この教訓をどうか忘れないでください。事務所からの帰り道、正雄は和子に深く頭を下げた。和子、本当にすまなかった。俺は A 先生を見ていたつもりで、結局自分の欲しか見ていなかった。和子は黙って正雄の手を握った。失った金は2人で地道に働いて少しずつ取り戻そう。こんな俺だがもう一度一緒に歩いてくれないか。和子は黙って正雄の手を握った。そうですね。A 先生の SNS ももうフォローするのはやめましょう。私たちには私たち2人の人生がありますから。失った老後資金は戻らない。だが2人は
お金よりも大切な夫婦の絆と地に足のついた現実を取り戻し、ゆっくりとしかし確かな一歩を再び踏み出したのだった。今回の法律 Tips 詐欺被害から学ぶ3つの教訓。今回のケースは SNS で著名人になりすまして投資を勧誘する典型的な投資詐欺です。この手口から学ぶべき3つの教訓をお伝えします。1つ目、 SNS の著名人広告は 99% 詐欺です。有名実業家や投資家が SNS の広告で直接 LINE グループに誘導し、投資を勧誘することは絶対にありえません。 AI で作られた本物そっくりの動画や音声に騙されないでください。2つ目、本人著名人と直接話せることはありません。やり取りする相手はアシスタントやサポートを名乗る詐欺師です。先生も喜んでいるといった言葉で信用させ、判断力を奪うのが彼らの手口です。3つ目、必ず儲かる元本保証は詐欺の言葉です。投資に絶対はありません。また、税金手数料など次々と理由をつけて追加の支払いを要求されたら、それは 100% 詐欺です。すぐにお金を振り込むのをやめ、警察や弁護士に相談してください。本動画はフィクションであり、専門的な法的助言ではありません。実際のトラブルについては、必ず弁護士等の専門家や国民生活センター消費者ホットライン188などの公的機関にご相談ください。この動画が気に入ってもらえたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。これからもスカッとしながら法律を味方につけるエピソードをお届けします。